こんにちは、島部です。今回リアルカスタムを行いたいと思います。このボルトキャリアに穴を開けて実銃のようにガス抜きを再現したいと思います。経験上 GHK 東京マルイでは動作確認ができていますが、自己責任で参考にしてください。使用する工具は万力に電動ドリル、潤滑スプレー、ハンマー、ポンチ、ドリルセット、その他です。早速通常分解していきます。テイクダウンピンを引き抜いて、ボルトキャリアチャージングハンドルを抜きます。本体は邪魔にならないところへ、こちらを加工していきます。この縦に並んだ2つに穴を開けていきます。その前にノズルを取り外します。 GHK のボルトキャリアは素材がスチールです。ノズルの後端に C クリップがあるので、小さいマイナスドライバーで外します。このようにこじって外します。次にノズルの抜け止めを外します。これでノズルが取り外せました。ちなみにこのノズルは RA テックの初速が調整できるノズルです。次にボルトキャリアを万力に挟んで固定します。傷がつかないように革手袋で挟みました。あまり強く固定するとボルトキャリアが変形します。次にポンチでドリルの刃が逃げないように印をつけます。潤滑スプレーを吹きつけて、まずは 1.5mm のドリルを使います。勢い余って貫通するとシリンダーを傷つけるので、ここに木の棒やゴム板などを入れると良いと思います。僕は手持ちのドリルがあっても必ず新品のドリルを使用しています。新品だと力を入れずとも綺麗に切削してくれます。使い古しのドリルだと力で押さえつけないと穴が開きません。なので穴がずれてしまいます。 1.5mm、2mm、2.5mm の順で穴を開けていきます。下段はポンチのセンターがずれてしまったので 1.5mm の穴を開けた後にリューターや棒やすりで調整、最終的に 2.5mm で穴を開けました。穴を開け終わりました。ここからブローバック後のガスが排出されます。まだ内側にバリが残っているので、指で触っても抵抗がなくなるまで削ります。耐水ペーパーの旋盤を使用します。削りすぎも注意です。何でも加減が重要です。確認しながら慎重に。最後にパーツクリーナーで洗浄後完成です。潤滑し、先ほどの逆の手順で組み付けます。ムラなく指で伸ばして、抵抗なくスムーズに動くか確認しながら組みます。C クリップを戻して、ノズルの抜け止めを入れて完成しました。とてもリアルな外観になりました。組み付けていきます。ボルトキャリアに穴が開くことでだいぶ雰囲気が変わりました。穴からシリンダーノズルが見えています。
加工のおかげで直接シリンダーの内部やオーリングに注油することもできます。それでは空打ちしてみましょう。単発発射、マガジンが暖かい時、気温が高い時はあまり煙が出ません。マガジンが冷えている時、気温が低い時、フルオート、銃本体の角度で煙がたくさん出たりします。今回はさらなるリアル化を目指してサプレッサーに細工をします。今までサプレッサーの中にトレーサーを入れていたのですが、マズルフラッシュ機能付きトレーサーに変更します。このサプレッサーはエアソフトアティサン製。今回購入したのがエーステックのブラスターエアソフト973で購入しました。そうです、前回安田隊員が購入していたものです。スタッフさんにどれが上等ですかと相談したら、他社と比べて比較的に明るいと教えていただき購入しました。人気商品でラスト1個でした。年内入荷は12月にあるかないかだそうです。ブラスターをサプレッサーに挿入していきますが、今までの蓋だとせっかくのマズルフラッシュが見えません。なのでエアソフトアティサン製のワーデンタイプのサプレッサーも購入しました。蓋がこのような形状になっているのでマズルフラッシュを邪魔しません。蓋のみ使います。長いと挿入できないので後端の部分は外します。後端にはスイッチと USB の充電口があります。スプリング、樹脂カラー、ブラスターの順に挿入。蓋をして完成。モード切り替えでトレーサーのみ、マズルフラッシュのみ、トレーサーマズルフラッシュ同時の機能が切り替えできます。マズルフラッシュ付きのトレーサーはガス風呂との相性が良く、排出されるガスで本物のようなマズルフラッシュを見ることができます。サプレッサー本体と蓋の径が若干違うのでサプレッサー側を削りました。アルミ地が出たので塗装します。熱でくすんだイメージで焦げ茶色で塗装します。続いてバイオハザード風脱出動画を作ってみました。マズルフラッシュが良い感じに撮れたのでご覧ください。またチャンネル登録していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。